はようございます。たかしです。本日は1月17日水曜日、ただいま10時12分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。ポンド円大枠ではこの緑の平行チャンネルの中で動いております。直近はこの平行チャンネル下限付近で揉み合っておりまして、そこからの現在上抜け。そして今目指しているのがこの黄色丸の高値ですね。白の水平線を引いてますが、186.771。だいたい186.8 付近を目指しております。現在が 186.2 付近ですので、もう少しですね、そのあたりまでの上昇を見ておきたい。そこから再び下落するのが上抜けて、もう一段上の189円付近を目指して上昇するのかっていうところを見ておきたいです。ただ上抜けてくる可能性もあるんですが、今ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここは要注意ですね。今冷やし単位の調整の下落が起こってもおかしくない、そういうところにはありますので、例えばここから GMMA の青帯付近までの下落、そうするとこのあたりですね、184円ぐらいまで押しをつけに来る可能性もゼロではありませんので、その辺の動き、今冷やしのストキャスティクスはいつ下落してもおかしくない、そういうところにありますので、今昨日も一昨日も上昇はしてきてますが、一旦大きめの調整の下落をいつ起こすかわからない、そういうところにもありますので、その辺は注意をしていきたいですね。基本的には今上昇してますので、この上昇の流れに乗っていくなんですけれども、大きめの下落がいつ起こってもいい準備はしておく必要があります。では4時間足です。4時間足では直近の揉み合いこちら側ですね。左側ずっと184円というところが上限で揉み合っておりました。そこを最近上抜けてきて、そこからトレンドをつけて今上昇中なんですね。そして本日の上昇で直近の高値、昨日の高値とかこのあたりですね、11日の木曜日の高値っていうところも上抜けてきてます。ただ4時間足まだ確定してませんので、ローソク足でしっかり抜けてくるのかどうか、上引きになってしまうとここからこのダブルトップみたいなイメージで下落する可能性もありますので、その辺は注意です。日足のストキャスティクスは高値圏、そして4時間足のストキャスティクスもそろそろ高値圏に入りますので、そこも注意ですね。だんだんと上値は重くなってくると思います。過去のこのストキャスティクス高値圏からのデッドクロスを見てますと、ここの下落、ここの下落ってありますが、比較的大きく下落しているんですよね。ですので今回も、今ターゲットは先ほど言いましたように、この白い水平線、186.8 付近なんですが、そのあたりまでは上昇する可能性は高いと思いますが、そこから過去のこの下落幅を見てますと、同じぐらいの幅下落してきたと考えると、このくらいですよね。このくらい。今黄色の矢印を引いたぐらいの値幅は下落してくる可能性。つまり 186.8 からこの緑のゾーン、これが過去の揉み合い、そして反発しやすいゾーンですよっていうことを言ってました。そこを上抜けてきたので、基本的な次のターゲットを目指して上昇する可能性があるんですが、もしその次のターゲット、186.8 付近まで上昇してきたとしても、過去のこのストキャスティクスのデッドクロスからの下落を見ていると、再びこのあたり186円を少し割る付近のところまでは下落する可能性がありますので、その辺は注意ですね。ストキャスティクスが高値圏に入ればいつ下落してもおかしくないというところで、いつも言いますが、ストキャスティクスが高値圏にあるときはそこからは買っていかないっていうのを基本的に守っていけば、エントリーした時に最高値をつかまされてそこから下落するっていうこともありませんので、そういう基本的なところに忠実にトレードしていくのがいいと思います。前回これストキャスティクスちょっと高値圏に入りきっていないところからデッドクロスしているんですよね。一昨日から昨日にかけてなんですが、それでもチャートとしては若干下落してますよね。ですので今回しっかり高値圏に入ってくれば、もう少ししっかりと押しを作ってくる可能性がありますので、その辺は注意です。ただもうちょっと上値余地はあると思ってますので、186.8 付近までの上昇を待って、そこからの一旦の下落、そしてそこから再び反発上昇していけるのかどうかっていうところを見ておきたいです。現在は基本的には上昇トレンド中ですので、押し目買いで戦っていくのがいいと思いますが、本日はそう考えると上昇余地はあまりありませんし、どちらかというと下落方向に動く、そういうトレンド転換の日になってくるかもしれない。こういう感じですよね。1月の11日の木曜日、この高値を作った、ここからトレンド転換しますよね。そこまでは陽線連続で上げてきて、そして1月11日から12日にかけてダラダラと下落していくという、そういう動きをしております。で、11日、12日が天井圏、それか
から12日の終わり、この金曜日の終わりにかけて下落していくっていう、そんな感じですね。今回もそういうような動きをしてくるかもしれませんので、そう考えるとかなり難しい動きをしてくる、そういうポイントに入ってくるかもしれませんので、その辺は考慮しておくといいと思います。では1時間足です。1時間足には矢印を残しております。これ昨日のブログに載せていたものです。ブログ2種類書いてまして、普通のブログとあとノートでも同じ内容のものを更新してますので、利用しやすい方でご覧いただければと思います。ポンド円、ドル円ともにどちらもブログで更新はしております。そして昨日はこの赤い矢印のイメージですね。ちょっともう少しこの黄色ゾーンぐらいまで下落してきてほしかったんですが、1時間足の GMMA でサポートされる形で上昇してきております。ちょうどこの大きな赤い矢印のイメージですね。オレンジの水平線でサポートされて、そして現在は直近の高値まで上がってきたっていうところです。ここを上抜けると先ほどの白の水平線がすぐ上にありますので、そこまで上昇していく。186.8 付近まで上昇していくと思いますが、現在はこのちょうど直近の高値付近で揉み合っているところですね。4時間足のストキャスティクスも高値圏、日足もそして1時間足も現在高値圏にありますので、基本的には一旦押しを待ちたいですよね。イメージとしてはこんな感じ。1時間足の GMMA にサポートされるような動きを待ってからの次の上昇の流れを見ておきたい。その間にこのストキャスティクスの過熱感を解消してきてくれると、次の上昇につながりやすくなりますので、その辺を見ておきたいんですが、4時間も日足もストキャスティクスは高値圏にありますので、あまりどんどん上昇するとは思わない方がいいと思います。まずは 186.8 付近まで上昇できるかどうかですね。そのあたりになったら大きめの天井を作って大きく下落していくということも考えられますので、今はもう少し上昇しそうですけれども、先ほど4時間足で言ったように大きな枠ではトレンド転換の期間に入ってくる、そういう時期でもありますので、難しい動きをする可能性がありますので、しっかりと引き継げてトレードするのが良さそうです。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円はイメージこの緑の矢印を描いてます。こちらもストキャスティクスは高値圏なんですよね。もちろんこのままどんどんスルスルと上昇していく可能性もあるんですが、今は GMMA の青帯を上抜けて、一旦の押しを待ってからの次の上昇の流れを待っておきたい。ストキャスティクスが高値圏にあるときはそこからのロングエントリーっていうのは優位性がありません。ただ、ロングエントリーをしてはいけないってわけじゃないんですね。例えばこれストキャスティクスが次安値圏に入るのにどのくらいかかるかっていうと、ここ今高値圏から安値圏って3日間ぐらい、この安値圏から高値圏に上がってくるのに、だいたい3、4日かかっているんですよ。ということは、この下落、今度、ストキャスティクスが下がってくるのも3、4日かかるんですね。ですので、冷やし単位で見ると、ストキャスティクスが安値圏まで下がってくるには3、4日かかるかもしれないですし、もちろんもっとかかるかもしれませんので、それを待つというよりは、その辺は買い足を見ておきたいんですが、基本的には、冷やしのストキャスティクスが高値圏にあるということは、冷やし単位のこういう大きな下落が起こる可能性があるということは念頭に置いといてください。では次は4時間足です。4時間足はこの白のトレンドラインを上抜けて、現在は上昇トレンドを描いております。昨日の上昇で直近の安値も超えてきましたので、上昇トレンド継続ですね。ただ現在は直近の高値、このオレンジの水平線にぶつかってますので、一旦の押しを待ちたいところ。こちらも4時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、一旦押しを待って次の上昇の流れを見ておきたいですね。そして昨日お話ししてましたが、ここですね、この黄色のライン、ここ、昨日はこの上昇幅を少し下げてきましたねっていう話をしてました。ここの白のトレンドラインを抜けた時のこの強い上昇に比べ、次の高値更新の幅が小さいんですよね。ですので、この黄色のラインぐらいから下落する可能性を話してました。結果的には上抜けてきてますので、このまま上昇していくのかなというふうには考えますが、こういうところっていうのは下落しやすいポイントでもあります。ただ、基本的にはこれ1時間足とか15分足とか上昇トレンド中ですので、そういうところで黄色のラインにぶつかったからといって、ここで下落だと何の根拠もないのに、ここでショートエントリーをするのはただの逆張りでしかありませんので、基本的にはこういう上昇トレンドの流れについていくですね。ですので、例えば昨日この黄色ライン付近で下落の兆しが見えたのであれば、そこからの下落の流れに乗っていけば、ここでトリプルトップみたいな形で大きく下落するっていう可能性もありました。ただ、現在は結果的には上抜けてますので、次のターゲットですね。今はこのオレンジの水平線がありますが、現在地を上抜けてくれば次はここですね。148.5 付近まで上昇していきますので、その辺を見ておきたいですね。ただし先ほども言いましたが、ストキャスティクスは高値圏、過去のストキャスティクス高値圏からのデッドクロスは比較的大きく下落してますよね。ここの下落とかここの下落みたいな感じで下落しますので、そう考えると本日ここから GMMA の青帯付近まで過去の動きを見ていると GMMA の青帯付近まで下落してもおかしくない。そうすると 145.8 とか
そのあたりまで下落してくる可能性がありますので、その辺は注目ですね。どこまで調整の下落をしてくるのか、もしかするとこの黄色のラインぐらいで調整の下落を終えて、そこから再上昇していくかもしれませんので、本日は一旦の調整の下落を見たいんですが、その調整の下落が終わるタイミングからの次の上昇の流れに乗っていくと分かりやすいと思います。では1時間足です。1時間足はここですね。まずはこのエリオット波動、このエリオット波動5波をイメージしてまして、その修正波がここで A、B、C と終わった。それが先週の金曜日ですね。ただ月曜日の時点ではまだ修正波が継続している可能性があったんですね。こういう動きですね。こんな感じの修正波。というのも考えられましたので、ただ火曜日の朝ですね、ここ上抜けてきましたよね。ここまで上抜けてくるってことはおそらく全戻ししていくだろうと。そしてこの黄色のラインを目指してくるだろうと思いましたので、なので火曜日のこの上昇を見て、この修正波はもう終わって次の波に入っているということを考えておりました。そして昨日の投稿でも話してましたように、この黄色のラインですね、そこからの下落。これ青い矢印、ちょっと重なっていて見にくいんですが、青い矢印とここに赤い矢印があるんですが、まずは黄色のラインにタッチすれば一旦は青い矢印のイメージ、そして上抜けてくれば赤い矢印のイメージを考えていたんですが、ここね、ちょっと矢印ずらしますね。一旦下落しているの分かりますか？ここ。上髭、下髭が出てますよね、ここ。ですので、ここで一度、この黄色のラインにぶつかって一旦反発しているんですね。ただし、この直近の高値っていうこの赤い水平線がありますが、146.5 付近、そこでサポートされて上昇して、この黄色ラインを上抜けたという、そういう動き方になってきております。そして4時間足単位での直近の高値の 147.5 付近を今朝、今ですね、タッチして、今そこから調整の下落をするのかどうかっていうところにあります。この矢印は昨日のブログに載せていたものと同じなんですが、イメージ通りの動きを今のところはしてくれてます。ただし今1時間足ストキャスティクスも下落中、そして4時間足のストキャスティクスも高値圏というところで、やっぱりポンド円と同じく本日は一旦の下落を待ちたいですね。1時間足で言うと GMMA の青帯付近まで、そう考えると先ほど4時間足で言ってましたこの黄色のラインですね、その辺付近に押しをつけて、そこから再上昇していくのか、それとも4時間足単位の調整が起こるのであれば4時間足の GMMA 付近、つまり 145.5 付近ですね。145.5 付近。このあたりですね。そのあたりまで下落してくる可能性がありますので、まずは本日は一旦の調整の下落を待って、そこで下げ止まったのを確認してからの再上昇の流れっていうのを見ておくと、現在の上昇トレンドに乗っていけると思います。ただし、日足も4時間足も1時間足もストキャスティクスは高値圏にあるんだっていうことはお忘れのないように、大きな調整の下落がいつ起こってもおかしくない中での買い足での上昇トレンドに乗っていくということですので、いつ大きめの下落が入るかわからないというところは常に念頭に置いておいてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですが、2月から値上げをしますので、ご興味がある方は今月中にお試しください。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。